今夜もここにいるのだ。地下3階の資料室。薄暗い通路を抜けてさらに奥へ進んだところにある小さな整理室なのだ。ここは誰も来ない。少なくともこの時間には。天井の蛍光灯は古いせいか少しだけ黄色く、部屋全体を柔らかく照らしているのだ。机の上には今日の分の整理カードが積まれていて、私はそれを一つずつ丁寧に分類していく。急ぐ必要はないのだ。ここでの仕事は静かに確実に進めればいい。窓はない。でも換気口から入ってくる空気が外の様子を教えてくれるのだ。今夜は雪が降っているのだろう。冷たくてでも刺すようではない。真冬の空気が流れ込んでくる。風はない。ただ静かにひんやりとした空気だけが部屋の隅々まで満たしているのだ。遠くで誰かの足音が響いた。コツコツコツ。地下の廊下は音がよく響くから遠くの音もこうして届くのだ。夜勤の警備員さんだろうか。それとも別の部署で残業している誰かだろうか。足音はゆっくりと遠ざかってやがて聞こえなくなった。ここには一定の音があるのだ。ゴーという低い音。これは空調の機械音なのだ。昼間はあまり気にならないけれど、夜になって静かになるとこの音がはっきりと聞こえてくる。最初は少し気になったけれど、今ではもう慣れたのだ。むしろこの音があるから完全な静寂にならずに済んでいる気がする。完全な静けさというのは案外落ち着かないものなのだ。机の横には今日持ってきた夕食が置いてあるのだ。コンビニで買ったサンドイッチと缶コーヒー、それからおやつ用のずんだ餅。小さなパック入りで3つ並んでいる。これは休憩の時の楽しみなのだ。サンドイッチはハムとレタスのやつ。シンプルで飽きない味なのだ。缶コーヒーは少し甘めのカフェオレ。夜勤にはこの甘さがちょうどいいのだ。ずんだ餅はまだ食べない。あれは後で仕事が一段落した時にゆっくり味わうのだ。楽しみは後に取っておくのがいい。今日の資料は古い書類ばかりなのだ。昭和の終わり頃の契約書類や図面の控え。もう使われることはないかもしれないけれど、それでも大切に保管されている。誰かがいつか必要とするかもしれないから。紙は少し黄ばんでいるのだ。時間の経過をそのまま色で表しているみたい。触ると独特のざらつきがある。昔の紙はこういう質感なのだろう。インクの匂いもどこか懐かしいのだ。私が生まれる前のものなのに懐かしく感じるのは不思議なこと。分類の作業は単純だけれど嫌いじゃないのだ。年代順に並べて内容ごとに分けてラベルを貼る。同じことの繰り返しだけれど、それがかえって心地いいのだ。頭を使わなくてもできる作業は夜にはちょうどいい。時々手を止めてコーヒーを飲むのだ。缶を開けた時のプシュッという音、それから立ち上る甘い香り。一口飲むと温かさが喉を通って体の中に広がっていく。まだ少し暑いけれど、それがまたいいのだ。サンドイッチも少しずつ食べる。パンの柔らかさと野菜のシャキシャキした食感、ハムの塩気がちょうどいいアクセントになっているのだ。ゆっくり噛んで味わって飲み込む。急ぐ必要はない。ここでの時間は
ゆっくり流れている。また遠くで足音が聞こえた。さっきとは違う、少し軽い足音なのだ。誰だろう、知っている人かもしれない。でもここまでは来ないだろう。この奥まで用事がある人はほとんどいないから。足音はまた遠ざかっていった。部屋の隅には古いスチール棚がいくつも並んでいるのだ。そこには何年も何十年も前の資料が詰まっている。会社の記憶が層になって積み重なっている場所なのだ。誰かの仕事の跡がこうして静かに眠っている。私はその記憶を整理する役目を担っているのだ。派手な仕事ではない。誰かに褒められることもほとんどない。でも誰かがやらなければならない仕事なのだ。そして私はこの仕事が嫌いではない。静かで落ち着いていて自分のペースで進められるのだ。地下のこの小さな部屋で一人淡々と手を動かす。それが私には合っている気がするのだ。昼間はもっと賑やかな場所で働いている同僚たちがいる。電話が鳴り、人が行き交い、打ち合わせがあり、締め切りに追われる。そういう場所でみんな一生懸命に働いているのだ。私も以前はそういう場所にいた。でも今は違うのだ。今はこの地下の資料室で夜の静けさの中で働いている。それは自分で選んだ道なのだ。誰かに押し付けられたわけでもない。ただこちらの方が自分には向いていると思ったから。同僚の中には不思議がる人もいたのだ。どうして夜勤なの？時間って寂しくない？そんな風に聞かれることもあった。でも私は笑って答えたのだ。静かな方が落ち着くのだ。それは本当のことだった。賑やかな場所も悪くはないのだ。でもずっとそこにいると疲れてしまう。たくさんの音、たくさんの光、たくさんの人、それらすべてに囲まれていると自分がどこにいるのかわからなくなってしまいそうになるのだ。でもここは違う。ここには自分と資料と機械の低い音だけがあるのだ。シンプルでわかりやすい。自分の居場所がはっきりとわかるのだ。カードの分類が半分ほど終わった。そろそろ休憩にしようかな。時計を見ると午前2時を少し回ったところなのだ。まだまだ夜は長い。でも焦げる必要はない。明け方までに終わればそれでいい。ずんだ餅のパックを開けるのだ。プラスチックの蓋を外すとほんのりと甘い香りがした。きれいな緑色の餅が3つ行儀よく並んでいるのだ。柔らかそうでおいしそう。一つ爪楊枝で刺して口に運ぶのだ。もちっとした食感と優しい甘さ、ずんだ特有の豆の風味。これは何度食べても飽きない味なのだ。ゆっくりと噛んで味わう。幸せな気持ちになるのだ。2つ目も食べて3つ目も食べる。あっという間になくなってしまった。もっと食べたいけれど今日の分はこれでおしまいなのだ。また明日楽しみにしよう。コーヒーももう少しだけ残っているのだ。最後の一口を大切に飲む。冷めてしまっているけれどそれはそれで悪くない。満足した気持ちでまた仕事に戻るのだ。残りのカードを一つずつ分類していく。手は自然に動くのだ。もう慣れた作業だから考えなくてもできる。頭の中はぼんやりとしている。でもそれでいい。夜勤の良さは
こういうところにあるのだ。頭を空っぽにして、ただ手だけを動かす。考えすぎないで、感じるままに時間を過ごすのだ。それが心を休めることにつながる気がする。外ではまだ雪が降っているのだろう。地下にいると雪の音は聞こえない。でも空気の冷たさでなんとなくわかるのだ。静かにゆっくりと雪が積もっていく。地上の世界を白く染めていく。明け方になって外に出た時、きっと街は真っ白になっているだろう。足跡一つない新しい雪の上を歩くのだ。それもまた夜勤の楽しみの一つ。遠くでまた足音、今度はもう少し近い気がするのだ。でもやっぱりここまでは来ない。足音は通り過ぎてまた静かになる。ゴーという機械音だけが変わらずに響いているのだ。この音も嫌いじゃない。むしろ安心するのだ。この音があるということは全てが正常に動いているということ。何も問題は起きていない。ただいつも通りの夜が静かに過ぎていく。カードの分類があと少しで終わるのだ。最後の数枚を丁寧に並べる。間違いがないかもう一度確認するのだ。大丈夫、ちゃんとできている。ラベルを貼ってファイルに閉じるのだ。これで今日の分は終わり。明日もまた新しい資料が来るだろう。でもそれは明日のこと。今は今日の仕事が終わったことを静かに喜ぼう。机の上を片付けるのだ。空になったサンドイッチの包み、空になったコーヒーの缶、空になったずんだ餅のパック、それらをゴミ袋にまとめるのだ。きれいになった机の上を軽く拭く。明日来た時に気持ちよく仕事を始められるように。それが私のやり方なのだ。荷物をまとめて部屋を出る準備をする。でもすぐには帰らないのだ。もう少しだけここにいたい気分。椅子に座ったままぼんやりと部屋を眺める。蛍光灯の黄色い光、整然と並んだスチール棚、きれいに片付いた机、ゴーという低い音、ひんやりとした空気、すべてがいつも通りなのだ。変わらない景色がそこにある。それが安心感を与えてくれるのだ。同僚たちは今頃どうしているだろう。夜勤の人もいるだろうし、家で眠っている人もいるだろう。明日の朝また会った時、昨日は大変だったよなんて話を聞くかもしれないのだ。私はお疲れ様なのだと答えるだろう。みんなそれぞれの場所でそれぞれの仕事をしているのだ。私はこの地下の資料室でそれでいい。時計を見ると午前3時を過ぎていた。そろそろ本当に帰る時間かもしれないのだ。でももう少しだけこの静けさを味わっていたい。目を閉じて深く息を吸うのだ。冷たい空気が肺に入ってくる。ゆっくりと吐き出すのだ。もう一度吸って吐いて、心が落ち着いていく。体の力が抜けていく。いい夜だったのだ。静かで穏やかで何も起こらない夜。それが一番いい夜なのだ。さあそろそろ帰ろう。荷物を持って立ち上がるのだ。電気を消す前にもう一度部屋を見渡す。また明日なのだ。小さくつぶやいてスイッチを切るのだ。部屋が暗くなる。でも廊下の明かりが少しだけ差し込んでいるから
真っ暗ではないのだ。ドアを閉めて鍵をかける。静かな廊下を歩いて階段を上がるのだ。地下3階から地下2階へ、地下2階から地下1階へ、地下1階から地上へ。外に出るとやっぱり雪が降っていた。静かにゆっくりと舞い落ちてくる雪なのだ。街灯に照らされてキラキラと光っている。足元にはもう数センチ積もっているのだ。私の足跡が新しく刻まれる。冷たい空気が頬をなでる。でも寒くはないのだ。心地いい冷たさ。空を見上げるのだ。雪が静かに降り続けている。音もなくただ降っているのだ。いい夜なのだ。本当にいい夜。家に帰って温かいお風呂に入って布団に入るのだ。そうしたらきっとすぐに眠れるだろう。今日もいい一日だったのだ。明日もきっといい一日になる。そう信じて雪の中を歩いていくのだ。静かな街を一人ゆっくりと。お休みなのだ。高台の展望スペースに今私はいるのだ。朝の早い時間、まだ街は眠っているような、そんな静けさの中、ここまで登ってくる人はこの時間にはほとんどいないのだ。足元には古い石段が続いている。一段一段見しめながら登ってきたのだ。少し息が上がっているけれど心地いい疲れ。体が温まって気持ちがいい。展望スペースは木製のベンチが一つと古い手すりがあるだけの簡素な場所なのだ。でもここから見える景色はとても広くて気持ちがいい。空は澄んだ青なのだ。雲はほとんどない。あっても小さくて薄い綿のような雲がいくつか浮かんでいるだけ。太陽はもう昇っていて柔らかい光が世界を照らしているのだ。春の早朝の空気は特別なのだ。冷たすぎず暖かすぎずちょうどいい気温。深く息を吸い込むとすがすがしさが体の中に広がっていく。まだ朝露の匂いが残っているような、そんな新鮮な空気なのだ。風が吹いてくる。たまに強めの風が吹くのだ。髪が揺れて服がなびく。でも嫌な感じはしない。むしろ体にまとわりついていた余計なものを全部吹き飛ばしてくれるような、そんな爽やかな風。私は麦わら帽子をかぶっていたのだ。お気に入りの少し古くなった麦わら帽子。リボンは色あせているけれど、それがまたいい味を出している。日差しを遮ってくれる大切な相棒なのだ。でも油断していた。強い風が吹いた瞬間、帽子がふわりと浮いたのだ。手を伸ばしたけれど間に合わなかった。帽子は軽やかに宙を舞って風に乗って遠くへ飛んでいく。くるくると回転しながら丘を下っていく麦わら帽子。まるで自分の意志で飛んでいるみたいなのだ。追いかけることもできたけれど、私は立ち止まったままその姿を見送った。不思議と悲しくはなかったのだ。むしろ帽子が自由になったような、そんな気持ちになった。あの帽子は今からどこへ行くのだろう。誰かが拾ってくれるだろうか。それともどこか遠くの場所で新しい役目を見つけるのだろうか。帽子は小さくなってやがて見えなくなったのだ。さようならなのだ。小さく手を振った。
また新しい帽子を探せばいい。それもまた楽しみなのだ。手すりに寄りかかって景色を眺めるのだ。眼下には街が広がっている。小さな家々が並んでいて、まだ多くの窓は暗いまま。朝食の支度をしている家からは煙突から煙が上がっているのが見える。静かな平和な街の朝なのだ。もっと遠くを見ると海が見えるのだ。キラキラと光る春の海。穏やかな波がゆっくりと寄せては返している。その上を白い鳥が飛んでいるのだ。カモメなのだ。何羽かのカモメが海の上を滑るように飛んでいる。時々円を描くように旋回してまたまっすぐ飛んでいく。自由で優雅な飛び方なのだ。遠くでかすかな音が聞こえるのだ。シャラシャラシャラという連続するかすかな音。最初は何の音かわからなかった。風の音だろうか、それとも遠くの波の音だろうか。耳を澄ますとそれは羽音のような気配だったのだ。カモメたちの羽ばたく音が風に乗ってここまで届いているのかもしれない。それとももっと近くに小さな鳥たちがいるのかもしれないのだ。確かなことはわからないけれど、その音は心地よかった。丘の下の方に水田が広がっているのだ。まだ田植えが終わったばかりの若い稲が並んでいる。水面は鏡のように光っていて、空の青を映しているのだ。風が吹くと水面が揺れてキラキラと光が散る。水田の水は静かなのだ。でもよく見ると小さな波紋が広がっていることがある。何かが水面に触れたのだろう。落ち葉かもしれないし、虫かもしれない。それとも小さな魚が泳いでいるのかもしれないのだ。稲の緑はまだ薄いのだ。これから夏に向けてだんだんと濃くなっていく。やがて黄金色に輝く稲穂になって秋には収穫の時を迎える。今はまだその旅の始まりなのだ。ベンチに腰を下ろすのだ。木のベンチは少し古くてところどころ傷んでいる。でもしっかりしていて安心して座れるのだ。座ると少し高い位置から景色を見渡せる。目を閉じて風を感じるのだ。頬に当たる風、髪を揺らす風、服をなびかせる風。風はいろんなものを運んでくるのだ。海の匂い、潮の香りがかすかに混じっている。それから土の匂い。春の土は柔らかくて生命を感じさせる匂いなのだ。草の匂いもある。新しく芽吹いた草の青々とした香り。すべてが混ざり合って春の匂いになっているのだ。目を開けるとまた違う景色が見えるのだ。さっきと同じ景色のはずなのに少しだけ違って見える。太陽の位置が変わったからだろうか。光の当たり方が変わると景色の表情も変わるのだ。カモメはまだ飛んでいるのだ。数は増えたような気がする。朝の時間、海へ出かける準備をしているのかもしれない。それとももう朝食を探しているのだろうか。鳥たちは自由なのだ。空を飛んで好きなところへ行ける。海の上も山の上も町の上もどこでも飛んでいける。私には羽がないから空は飛べない。でもこうして高い場所に登れば鳥に近い景色が見られるのだ。それで十分なのだ。風がまた強く吹いた。今度は帽子がないから飛んでいくものはない。ただ
髪が大きく揺れて、服がバタバタと音を立てる。目を細めて風を受け止めるのだ。強い風はすぐに収まった。また穏やかな風に戻る。春の風は気まぐれなのだ。急に強くなったり、急に静かになったり、でもそれがまた面白い。遠くで鐘の音が聞こえたのだ。町の教会の鐘だろう。朝を告げる鐘、ゴーン、ゴーンと、ゆっくりとした感覚で鳴り響く。音は風に乗って丘の上まで届くのだ。鐘の音を聞くと、一日が始まる感じがするのだ。町の人たちもそろそろ目を覚まし始める時間。朝ごはんを作って仕事の準備をして、それぞれの一日を始める。私ももう少ししたら丘を降りて町へ戻るのだろう。でも今はもう少しだけここにいたいのだ。この景色をもう少しだけ眺めていたい。この風をもう少しだけ感じていたい。この静けさをもう少しだけ味わっていたいのだ。足元の草が風に揺れているのだ。小さな野花も咲いている。白い花、黄色い花、紫の花、名前は知らないけれど、どれもきれいなのだ。春になると、こうして自然に花が咲く。誰が植えたわけでもないのに、毎年同じ場所に咲くのだ。不思議なことなのだ。季節が巡ると、同じことが繰り返される。春には花が咲き、夏には緑が茂り、秋には葉が色づき、冬には雪が降る。毎年同じように、でも全く同じではないのだ。去年の春と今年の春は似ているけれど違う。去年はどんな春だっただろう。思い出そうとするけれど、はっきりとは思い出せないのだ。でもそれでいい。今年の春は今年の春なのだ。水田の水がまた光ったのだ。太陽の位置が少し変わって反射する角度が変わったのだろう。さっきまでは気づかなかった輝きが今は見えるのだ。時間は少しずつ進んでいるのだ。止まっているように見えても確実に進んでいる。太陽は昇り続けて影は短くなっていく。街は目を覚まして人々が動き始める。でもここでは時間がゆっくり流れているような気がするのだ。急ぐ必要がない。焦げる必要もない。ただこの瞬間を静かに味わっていればいいのだ。深呼吸をするのだ。大きく息を吸ってゆっくりと吐き出す。もう一度吸って吐いて、体の中の空気が入れ替わっていくような感じなのだ。心も軽くなっていく気がするのだ。何か重いものを抱えていたような気がするけれど、それがどこかへ消えていく。風が吹くたびに少しずつ軽くなっていくのだ。カモメの声が聞こえたのだ。やー、やー、という独特の鳴き声。遠くからだけれど、はっきりと聞こえる。何か話しているのだろうか。仲間を呼んでいるのだろうか。鳥たちにも鳥たちの世界があるのだ。私たちにはわからない鳥たちだけの言葉や鳥たちだけのルールがある。でもそれでいいのだ。わからないことがあっても一緒の世界で生きている。空を見上げるのだ。青い空に白い雲、シンプルだけれど美しい景色なのだ。こんなにシンプルなのにどうしてこんなに心を惹かれるのだろう。答えは
わからないのだ。でも答えを探す必要もない。ただ美しいと感じる、それだけで十分なのだ。ベンチから立ち上がるのだ。少し体が冷えていた。座っている間に気温が少し下がったのかもしれない。それとも風が強くなったのかもしれないのだ。軽く伸びをする。両手を上に伸ばして背筋を伸ばすのだ。気持ちいい。体がほぐれていくのがわかる。そろそろ帰る時間かもしれないのだ。町へ降りて朝ごはんを食べて今日一日を始める。やることはたくさんあるのだろう。でも今はそれを考えない。今はこの丘での時間を大切に心にしまっておくのだ。手すりにもう一度手を置くのだ。古い木の手すり、何年も何十年もここに立っている。たくさんの人がこの手すりに手を置いて景色を眺めたのだろう。私もその中の一人なのだ。ありがとうなのだ。誰に言っているのか自分でもわからない。でも言いたくなったのだ。この景色に、この風に、この空気に、この時間に、すべてにありがとう。石段を下り始めるのだ。登ってきた時と同じ道を今度は下っていく。一段一段慎重に、急がずゆっくりと。振り返ると展望スペースが見えるのだ。さっきまでいた場所、ベンチも手すりも小さく見える。またいつかここに来ようと思うのだ。次は違う季節かもしれない。違う時間かもしれない。でもきっとまたここへ来るのだ。足元に小さな石がある。蹴飛ばさないように注意しながら歩くのだ。道端には草が生えている。その中に小さな虫が動いているのが見える。春はいろんな生き物が活動を始める季節なのだ。街が少しずつ近づいてくるのだ。家々の姿がだんだんと大きく見えてくる。煙突からの煙もよりはっきりと見える。朝の匂いも少しずつ変わってきたのだ。パンを焼く匂い、コーヒーの香り、生活の匂いなのだ。丘の上とは違う世界。でもどちらも大切な場所なのだ。石段を下りきったのだ。平らな道に出る。ここからは普通の街の道。人が歩いて車が通る日常の場所なのだ。朝の光が建物の壁を照らしているのだ。影が道に長く伸びている。まだ朝は早い。でも確実に一日は始まっているのだ。今日もいい一日になりそうな気がするのだ。丘の上で見た景色を思い出しながら私は街へと歩いていく。心は軽くて体は温かい。春の風が背中を優しく押してくれているような気がするのだ。空を見上げるとカモメが一羽街の上を飛んでいたのだ。さっき海の上で見たカモメと同じかもしれない。それとも別のカモメかもしれないのだ。どちらでもいい。ただ嬉しくなって小さく手を振った。カモメはそのまま飛んでいった。自由に軽やかに春の空を。お休みなのだ。今私は軒下にいるのだ。大型施設の入り口、屋根付きの
広い軒下。ここは雨を避けられる場所なのだ。外は冷たい小雨が降っていて、地面を濡らしている。晩冬の雨は独特なのだ。春の雨のような優しさはなくて、でも冬の雪のような冷たさとも違う。中途半端な季節の中途半端な雨。でもそれが嫌いじゃないのだ。足元にはビニール傘が立てかけてあるのだ。透明なビニール傘、安いやつだけれど雨を防ぐには十分。雨粒がついていて、軒下の照明を反射して小さく光っているのだ。ポケットにはタオルが入っているのだ。濡れた時のために持ってきた。まだ使っていないけれど、あると安心する。準備しておくことは大切なのだ。施設の中から音が聞こえてくるのだ。ヒュッシューという短い風の音。あれは自動ドアなのだ。誰かが通るたびにドアが開いて閉じる。開くときに空気が動いてあの音が生まれるのだ。遠くの方だから音は小さいけれど、静かな夜だからよく聞こえる。時々人が出てくるのだ。施設で働いている人だろうか、それとも最終便のバスを待っている人だろうか。みんなそれぞれの理由でここを通り過ぎていくのだ。私もバスを待っているのだ。最終便まであと少し。でも急ぐ必要はない。ここは屋根があるから雨に濡れることもないのだ。ただ静かに時間が来るのを待っていればいい。空気は冷たいのだ。でも凍えるほどではない。湿度はそこまで高くなくて、じっとりとした感じはないのだ。むしろさっぱりとした冷たさ。深呼吸をしても喉が痛くならない程度の冷たさなのだ。雨の音が聞こえているのだ。しと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 小雨だから激しい音ではない。優しく静かに地面を叩く音、アスファルトに当たる音と植え込みの葉に当たる音が少しだけ違うのだ。耳を澄ますとその違いがわかる。軒下の照明はオレンジ色なのだ。暖色の光がこの空間を照らしている。外の暗さと対比してここだけが明るい。まるで境界線みたいなのだ。明るい世界と暗い世界のちょうど間、境界の場所なのだ。施設の中と外の世界の境界、昼と夜の境界、冬と春の境界、いろんな境界がここには重なっている気がするのだ。不思議な感覚なのだ。どこにも属していないような、でもどこにでも属していいような、自由で、でも少しだけ寂しいような、そんな感じ。バス停はすぐそこに見えるのだ。軒下から数メートル先、雨の中にポツンと立っているバス停の標識。濡れて少し光っている。あそこまで行けばもっと雨に近づくのだ。でも今はまだここにいる。遠くでまた自動ドアの音がしたのだ。ヒュッシュー。誰かが出てきたのかもしれない。それとも入っていったのかもしれないのだ。どちらでもいい。私には関係ないこと。ただ音だけが聞こえてくる。手を伸ばしてみるのだ。軒下の端まで手を伸ばす。雨が手のひらに当たる。冷たくて小さな粒。すぐに手を引っ込めてタオルで拭くのだ。まだ本格的に濡れるわけにはいかない。タオルの感触は柔らかいのだ。ふわふわとした使い慣れたタオル。何度も洗濯して少しくたびれているけれど、
それがまた好きなのだ。新品のタオルよりこういう古いタオルの方が落ち着く。ポケットに戻してまた周りを見渡すのだ。施設の駐車場はほとんど空いているのだ。数台だけ車が止まっている。夜勤の人の車だろうか、それとも忘れ物だろうか。静かに雨に濡れながらそこにあるのだ。雨の日の駐車場は少し寂しい景色なのだ。昼間は賑やかで車がたくさん止まっていて人が行き交う場所。でも今は違う。誰もいなくて静かで、ただ雨の音だけが響いているのだ。でもその静けさが悪くないのだ。賑やかな場所も好きだけれど、こういう静かな時間も必要。心を落ち着けるには静けさが一番なのだ。コンクリートの地面が雨で濡れているのだ。光を反射して鏡みたいになっている部分もある。歩くと水たまりを踏んでしまいそう。でもここにいる限り濡れることはないのだ。植え込みの木々も雨に濡れているのだ。葉っぱに雨粒がついてもたそうに垂れ下がっている。でも木は黙って雨を受け止めているのだ。文句も言わず、ただそこに立って雨を浴びている。強いものなのだ。木は人間みたいに雨を避けたりしない。屋根の下に逃げたりしない。ただそこにいて受け入れるのだ。私も少しは見習いたいと思うのだ。でも今日はやっぱり屋根の下にいる。それでいいのだ。無理をする必要はないのだ。時計を見るのだ。あと10分ほどでバスが来る時間。最終便はいつも時間通りに来るのだ。遅れることも早く来ることもない。正確に決まった時間にここへやってくる。それが少しだけ安心するのだ。変わらないものがあるということ、予定通りに進むものがあるということ、そういうことが心を落ち着かせてくれるのだ。また自動ドアの音がしたのだ。今度は少し長めに開いている気がする。誰かがゆっくり通ったのかもしれないのだ。年配の人か荷物を持った人か、想像するだけで姿は見えない。見えないものを想像するのは面白いのだ。音だけで状況を推測する。足音、ドアの音、雨の音、それぞれの音が物語を語ってくれるのだ。雨はまだ降り続けているのだ。止む気配はない。でも強くなる気配もないのだ。このまま朝まで降り続けるのかもしれない。それとも夜中のどこかで止むのかもしれない。どちらでもいいのだ。私はもうすぐバスに乗る。家に帰って温かいお茶を飲んで布団に入るのだ。雨がどうなろうと関係ない。でも少しだけ気になるのだ。明日の朝、雨は止んでいるだろうか、それともまだ降っているだろうか。もし晴れていたら洗濯物を干せるのだ。もし雨だったら部屋でゆっくり過ごすのだ。どちらも悪くないのだ。遠くでヘッドライトが見えたのだ。バスかもしれない。でもまだ遠い。ゆっくりとこちらへ近づいてくるのだ。ビニール傘を手に取るのだ。もうすぐこの軒下を離れる時間。少しだけ名残惜しい気持ちになるのだ。ここでの時間は短かったけれど心地よかった。ヘッドライトが近づいてくるのだ。大きな車体、やっぱりバスなのだ。
ゆっくりと減速してバス停の前に止まる。ドアが開く音が聞こえるのだ。プシューという空気の音。傘を開いてバス停へ向かうのだ。数メートルの距離だけれど雨の中を歩く。冷たい雨粒が傘に当たる音。パラ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 。バスに乗り込むのだ。運転手さんが軽く会釈してくれた。私も会釈を返すのだ。料金を払って席に座る。バスの中はほとんど誰もいないのだ。前の方に一人だけ座っている人がいる。後ろは誰もいない。広い空間を私たち数人だけで使っているのだ。贅沢な気分なのだ。窓の外を見るとさっきまでいた軒下が見えるのだ。オレンジ色の光がまだそこを照らしている。誰もいない静かな空間。さようならなのだ。心の中でつぶやくのだ。バスが動き出す。ゆっくりと施設を離れていく。雨の中をバスは進んでいくのだ。窓に雨粒が流れていくのだ。バスの動きに合わせて斜めに流れていく。その様子を見ているのが好きなのだ。雨粒の軌跡が模様を作っている。外の景色は暗くてよく見えないのだ。でも時々街灯が通り過ぎていく。オレンジ色の光が一瞬だけ窓を照らしてまた暗くなるのだ。バスの中は暖かいのだ。暖房が効いていて冷えた体が少しずつ温まっていく。外の寒さとは別世界。守られている感じがするのだ。エンジンの音が静かに響いているのだ。ゴーという低い音。一定のリズムで続く音。この音も嫌いじゃない。むしろ落ち着くのだ。バスは夜の街を走っていくのだ。人通りの少ない道を信号を守りながらゆっくりと急ぐ必要はない。最終便はいつもこんな感じなのだ。次のバス停で一人降りていったのだ。前に座っていた人、傘を持ってバスを降りて雨の中へ消えていく。また私だけになったのだ。本当に贅沢な空間なのだ。大きなバスをほとんど一人で使っている。もったいない気もするけれど、これも必要なサービスなのだろう。誰かが使うかもしれないからバスは走り続けるのだ。窓の外で雨が降り続けているのだ。止む気配はやっぱりない。でもそれでいいのだ。雨には雨の役目がある。土を潤して植物を育てて空気を洗う必要な雨なのだ。家まであと少しなのだ。バスはいつもの道をいつものように走っている。安心できる道、何度も通った道。目をつぶっていてもどこを走っているかわかるくらいなのだ。でも今日は目を開けているのだ。窓の外をぼんやりと眺めている。雨に煙る景色をただ見ているのだ。何か考えているわけでもない。ただぼーっとしているのだ。それが心地いいのだ。何も考えない時間、頭を空っぽにする時間、そういう時間が必要なのだ。バスがまた止まるのだ。次は私の降りる停留所。立ち上がって降車ボタンを押す。ピンポーンという音が響くのだ。傘を持って出口へ向かうのだ。運転手さんがまた会釈してくれた。ありがとうございますなのだ。と小さく言ってバスを降りるのだ。外に出るとまた雨の音が聞こえてくるのだ。
傘を開いて家へ向かう。歩いて数分の距離、いつもの道をいつものように歩くのだ。雨の夜道は静かなのだ。誰も歩いていない。車も通らない。ただ私と雨だけ。足音と雨音だけが聞こえているのだ。家が見えてきたのだ。小さな明かりが窓から漏れている。帰る前につけておいた明かり。おかえりと言ってくれているみたいなのだ。玄関の前で傘を閉じるのだ。雫が落ちて地面に小さな音を立てる。傘立てに立てかけて鍵を開けるのだ。ただいまなのだ。誰もいない家だけれど声に出して言うのだ。そうすると少しだけ寂しくない気がするから。靴を脱いで上がる。床がひんやりとしているのだ。でもすぐに慣れる。部屋は静かで暖かい。コートを脱いでタオルを取り出すのだ。使わなかったタオルだけれど念のため顔を拭く。気持ちがいいのだ。少しだけリフレッシュした気分。お茶を入れるのだ。温かいお茶。湯気が立ち上って部屋に香りが広がる。ゆっくりと一口飲むのだ。体の中から温まっていくのだ。窓の外を見ると雨が降っているのが見えるのだ。でももう外には出ない。ここが今日のゴール。安心できる場所なのだ。今日もいい一日だったのだ。特別なことは何もなかった。でもそれでいい。普通の一日が一番いい一日なのだ。布団に入るのだ。柔らかくて暖かい布団。体を包んでくれる優しい感触。目を閉じると今日一日のことがぼんやりと浮かんでくるのだ。軒下での時間、バスでの時間、雨の音、すべてが優しい記憶になっているのだ。明日もきっといい一日になるのだ。雨が止んでいるか、まだ降っているか、それは明日になってからのお楽しみなのだ。お休みなのだ。